はい、いらっしゃいませ。実習です。今回もですね、前回に引き続き新しい演奏についてでございます。基本的にはアナログ昭和のって感じの当チャンネルでございますが、そればかりじゃない。良い音楽に関することなら、新しいものだってどんどんやっていくよということで。でもね、正直、ベートーベンとかね、有名どころじゃないとなかなか視聴数伸びないんだなっていうのは最近分かってきた部分でもあるんですが、それはそれ。本当にいいと思ったものを取り上げてこそですからね。というわけで、はい。今期の音楽アニメについて語らせていただこうと思います。よろしくお願いいたします。はい、まず今回取り上げたいのは2作品です。東映アニメーション東アニ制作のガールズバンドクライ、そして京都アニメーション京アニ制作の響けユーフォニアム3、この2本ということで、このアニメに関する見方っていうのはそれでいろんな皆さん思いがあると思うんですけど、個人的にはですね、最近話題になった推しの子とか早々のフリーレンみたいながっつり見応えあるものは今季春アニメとしてはちょっと見当たらないっぽいんですよね。なんかね、いかにもライトノベル原作のほら長いタイトルのやつ異世界ものそういうのが目につきますね、正直ね。わかるんですよね。この閉塞した日本の現実に見切りをつけてアニメの世界くらいハッピーにさせろというね、異世界転生ものが量産されるというねわかるんだけど、でも結局それって逃避ですよね現実逃避。基本逃避だけど逃避で終わらない何かが、そこからが面白さだとも言えなくはないですが、それはそれとしまして、こっちの音楽系チャンネル実シーズとしては音楽アニメはどうなるのか、そこを見ていきたいと思います。でですね、ちょうど今だいたい5話とか6話とか春クールの半分ぐらいのところに来ているところで、個人的に素晴らしいと感じた作品2つで、どちらもね、残念ながらランキングコンクールのランキングとしてはあまりよろしくない印象ですな。この D アニメランキングってやつはね、配信日に合わせてもう大きく上がったり下がったりするので、低迷してたやつも面白い回が来るといきなり上がったりするんで、単純にね、この評価ランキングというわけではございませんが、それにしてもね、もう少し注目しろよお前らっていうことでうちなりに取り上げさせていただく所存です。はい、まずですね、バンドアニメガールズバンドクライ、これねいいっすまずですね、一見こう田舎から出てきたおとなしい普通の女子って感じの主人公が実はね理屈無用でブチギレやすくてですねやばいやつなんですよ。でもそれはこのなんていうかな、アナーキズムとかね、あるいはテロリストとかのね、破壊的な衝動ではなくて、それも含んでるかもしれないけど、それだけじゃなくて、なんかね、圧倒的に良い音楽に心をつかまれたからそれを追いかけたいっていうね、そのピュアな衝動なんですよね。その一心な無謀さがなんかめちゃくちゃいいっすだからそこはね、軽音とかボッチザロックのね、ふわふわ系とはもう一線を引いて、お前ら日常系とは一緒にすんなバカ野郎っていう勢いが溢れておりますでこの、バンドの中心メンバーであるギターの人はですね、実は前のバンドでメジャーデビューまで行っていたっていう設定なんですね。しかしその一線をさらにビジネス的な線を越えるために課せられた商業主義にどうしても納得できずに脱退した。みんな引き止めたのに脱退したっていう過去が人。当然ね、そんな商業主義全否定の音楽バカがね新バンドをやるっていうアニメとなればね、アニメも人気が出なくて当たり前というロジックはございまして実際このアニメは今のところね、
微妙ですね。悪くないけどね、微妙ですよね。これからどうなるか楽しみなところなんですけど、ちなみにね、こういう出演者さんたちのリアル音楽活動と絡めた音楽アニメ作品って、ラブライブのような成功例もあるけど、いまいちなことも結構ある印象なんですよね。個人的には夢田カンパニー作品の D ステージデイズドリームデイズちょっと絵は幼くしすぎちゃってる感じですけど、これ内容すごく良かったんですよ。でもファンにはあまり注目されずに終わってしまった感がありましてね、音楽もドラマもの演出も作画もすごくいいところのある作品だったんですけどね、ちょっと残念。今回のガールズバンドクライも主演は5人のメンバーは声優さんではなくてバンド活動を前提にオーディションで集められた人たちっていうことです。だから音楽がこのバンドのね、音楽性が好きになると最高のアニメだけど、そこまでこのサウンド好みじゃないなという人たちにとってはちょっと距離感が残ってしまうかもしれないですよね。まあね、なんて言ったってね、何よりも商業主義全否定っていうこのバンドの音楽性がねどうかですよね。いや多くの人はさ、いや商業主義やっぱ必要でしょ青臭いだけではビジネスにならないよとか思っちゃいそうなんだけどね。いや僕はね、あれですよ、商業主義全否定グッドですよ大好きな路線ですけどね。まあ皆さん一人一人の現実はそれぞれとして、この10代の若者の熱いパッション感じてみませんかって感じです。ちなみにこの作品は人物 CG のやつですね。絵で描いたやつじゃなくて立体のコンピューターグラフィックスを動かすやつで、人物 CG っていうとね、シドニアの騎士ってアニメがありましてね、あれも良かったですけどね、なんかちょっと自分が表面的に調べた限りでは直接の関係はなさそうですが、シドニアのスタッフの皆さんが関わってるんでしょうか、どうでしょうか。でCG 的にはもう一人の今3人出てきて、そのもう一人の人物ドラムのこのね、あざとい表情いいですね。これ女子からするとムカつき役つってなるみたいだけど、男子の自分としてはごめんなさい、結構好きかもです。そしてもう一つ、吹奏楽アニメ輝けユーフォニアム3第3シーズンが始まっておりますね。皆さんご存知ですかね、ユーフォニアムパラドックスってやつ。ちょっと待ってね、先に楽器のことちょっと語っておきますね。せっかく実施なんでね。ユーフォニアム UFO って楽器はクラシックにはほとんど出てこないと思うんですけどね、現代の吹奏楽部の楽器ですね。吹奏楽の楽器でね、これてっきりねホルンの親戚みたいなもんかなと思ってたら、実はマウスピースはトロンボーンと共通なんで、トロンボーンの兄弟、トロンボーンがこう大胆な演奏するのに対してもうちょっとマイルドな音色担当っていう感じみたいですね。もちろんねトロンボーンはこうスライドを丸とグイグイ動かすやつなんで、速いスケールとか苦手なんですよね。ちょっと古くなっちゃったジャズトロンボーンで向井重治さんとか僕よく聞きましたけど、あの方もね無理くりタイミングしてねブルースのフルーズ早弾きしてましたよね。そういうところをねバルブ式の UFO が担当するってこともあるでしょう。すごくね包容力のある音色の素敵な楽器です。そんなね、その主人公がその UFO の演奏をやっていまして、でこの吹奏楽アニメ3シーズン目になって、その主人公たちも3年生になって、部長にもなって、先輩なりの悩みに翻弄される日々という感じになって、第3シーズンになっているんですが実はこれ吹奏楽アニメだから水部の人たちが見るものと思うんですよ。
でもね、なんか違うらしいんですよ。実際にアニメの中でこう頑張ってる生徒さんたちもそうなんだけど、水部でね全国を狙うような本気でやるとねもうアニメを見てる余裕なんてねないんですよもちろん卒業後にね OB、OD の人たちが見るってことはあると思いますけど、経験者たちがねこういうの自分の体験と重ねて見るっていうのはあると思うんですけど、高校の吹奏楽部というねもう入学して1年に楽器を習得して、大人数の楽奏をきっちり仕上げる、リズムを回せるなんてことをやろうとしたら、もうアニメとかねゲームとかねそんな暇はないらしいですつまり一番見てほしい人たちが見ていない。これこそね私の言いたかったユーフォニアムパラダックスってやつなんですねはい、すいません。いいですよ、すごくいい作品です。今日にちょっと事件とかもありましたけども、相変わらずね美しい作画ですし、雰囲気もよく出てるし、丁寧に描かれてるし、主人公の意外な地味さとかね、相変わらず魅力たっぷりな作品なんですけど、ちょっとこうどうだろう、これ言ってはいけないことなのかもしれないんだけどね、これを取り上げる以上、個人的にはどうしても気になってしまうところをちょっと言わせていただければね、演奏がね、このアニメの中で演奏される吹奏楽の演奏がねうますぎるんですよ。そう思いませんかいやー、もちろんさ、実際の高校生がそこまでは吹けないっていうのはそれは当然としてもですね、例えばですよ、実際見ちゃったんですよね。このアニメの主人公2人のメインキャラのユーフォとトランペットを担当した演奏をした人の動画なんですけどね、実は2人ともバリバリの男性プロ奏者でしたよねこれねずるいですよね、単純にもちろんねアニメが非現実なのは当然だし、音楽の収録はベスト演奏するっていうのは当たり前だし、他の音楽アニメだって演奏はみんなプロの方でやってもらってるし、それに対してそのいい音楽を聴いてこそ吹奏楽の魅力に目覚めてほしいっていうね制作意図もねあると思うんですけどね。いやもうそういうのはもうわかる、すごいわかるんだけど、でもねドラマとしては単純にずるいですよね奥の中には何が正解か分かりませんけど、この輝けユーフォニアムに関しては正直そこがねいつもちょっと気になってしまうところではあるんですよね。その音楽的なこのずるいって言えば、そのガールズバンドくらいの方もね3人でやってて、あと打ち込みでとかっていうけど、しっかりねベースの音とか入っちゃってるのがちょっともうちょっと工夫してほしかったなってありますけどね。3人ギターとボーカルとドラムだけでも結構それはそれで面白い説得力のある演奏はできたと思うんですけどね。それはいろいろスケジュールのこととかもあると思いますし、後々の物販のこともあると思いますし、ある世界で楽しめればそれは最高でございます。で一つね面白い話を追加させてください。実はねこのユーフォニアムのアニメの直近の第4話君とのエチュードっていう回があったんですけど、これがねコントラバスをフィーチャーした回だったんですよ。すごく良かったの。今までたくさんアニメが作られてきたけど、コントラバスの回ってさすがになくねジャズアニメとかだったかな。これはさすが吹奏楽ならではって感じだってすごく良かったんですがっていや本当にいい回だったんですよ。
コントラバスパートのね、この吹奏楽部のコントラバスパート今2人いましてね、先輩の女子のみどりちゃんと後から入ってきた後輩の男子元夢くんで、このみどりちゃんと元くんのドラマがね、全然恋愛ではなくて音楽ドラマとしてね、今回すごい良かったんですよ。でエンディングのコントラバスのディオとかマジで素晴らしかったです。でこのみどりちゃんっていうのはね、明るいキャラで本当に素直で、その素直な先輩の魅力、なんか音楽を愛するところがその後輩としては大好きだったっていう展開ではあったんですけど、でね、この実はね、今やってる別のアニメがありましてですね、声優ラジオの裏表っていう作品なんですけど、これで実は同じこのみどりちゃんと同じ声優さんがその声のまんまがっつり出てくるんですけどねこれが面白いんですよ。水部アニメの素直な明るいコントラバス女子のみどりちゃんがですね、同じ中の人が別のアニメで、そんなアイドルっぽいキャラなんて作りごとに決まってるじゃん、ただのビジネスよって筋をばらしてしまうんですでね、無口でシニカルな悪女ぶり全開っていうキャラなんですよこれね、いや UFO は京アニだし、その声優ラジオの作品の方は角川のアニメで全然違うし、制作意図としては何の関連性もないはずなんだけど、でも同じ声優さんで話を絡めてね、相乗効果でね、今ここまで面白くなっちゃうってなんだろう奇跡ですかと思いましたよ。はい、すいません。というわけでここもついでにぜひチェックしてみていただけたら面白いかなと思います。まあ何にしてもですね、音楽アニメは良いものですってなんかまあいいや。でぜひこれからもね、音楽アニメがじゃんじゃん作られていくと願っております。できればクラシギターの持ってきたりするといいんですけどね。というわけで現在放映中のアニメガールズバンドクライと響けユーフォニアム3を取り上げさせていただきました。自分は有料の D アニメで視聴していますが、これは有料ですけど月500円かな、安いんでよかったらおすすめさせてください。ということで今回はそんな内容でございました。失礼しました。では実質でした。ありがとうございました。